では改めて、ムーブオンのメンバーの順位を発表していきます。2位、竜兵。はい。竜兵が声をマイクに入れた時の空気の変わり方っていうのは圧倒的だと思います。前から知ってはいたけど、やはりそれを再認識させられたというのが一番大きな要因です。ただ、技術の引き出しとして足りないところも今回知ることができました。ムーブオンの楽曲の、怒りとかパワーとか、エナジーを前面に出すこととか、ドームのエネルギーを思いっきし出す、パワフルに踊る、アタックが強く歌うみたいな技術につながってくるのかなと思うんだけど、みたいなところではまだ足りない要素があるんだなということも改めて認識しました。それは課題というよりも伸びしろだと認識してください。パフォーマンスとして素晴らしかったのは間違いないです。まだまだ伸びる余地があるということでもあると思うので、残り1週間思いっきり頑張ってほしいなと思ってます。はい。まずはチーム戦でやる上でどうしたら周りのメンバーとの雰囲気を良くしてクオリティをさらに高いところまで持っていけるんだろうっていうところは本当に僕のまだできてない箇所でもあるかなっていうふうに思っていて、一次審査よりは役割をきちんと持って自分のできることはできたと思うんですけど、やっぱその雰囲気を作るっていうことに関しては今回またできなかったのがすごく悔しく思ってますし、あとはさっき言っていただいた通りにエネルギーを見てる人に全て伝える、自分の持っているものを伝えきるっていうのをこれからも1週間のうちに磨き上げて、最後の審査ではまた1位を取り返して必ず最高のアーティストとして輝けるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。3、4、5がので6位。良き。すごく伸びました。嬉しかったです。あなたの独特な歌い方や独特なダンスの手癖というのは単なる癖というところから個性や長所っていうところに確実に進化したと思ってます。普通に考えたらムーブオンのシャウトとかが難なくやれていることとかってとてもちょっと難しいことなので、しかもテンションを切らさず、すごいことでした。素晴らしいパフォーマンスだったのは間違いないです。課題になるようなことはまだまだいっぱいあるので、一個一個勝たしていきましょう。あと1週間楽しみにしてます。本当にチームとしては僕たちも最高のパフォーマンスは届けられたとは思っているし、確かにその Be Free チームは本当に見てて感動がすごかったし、そういう面ではいろんな感動が自分の中でも生まれた時間ではあったんですけど、やはり自分のチームとしてこういう結果になったのは悔しいっていうのは一つあって、で個人としては自分の中でも
今回本当に成長を感じることがもちろんできて、でもその中でも自分の生かしやすい環境になっていったことも事実ではあるし、それをちゃんと、感謝することがまず大切だなと感じましたけど、だからこそ、もうちょっと上の順位を取りたかったなっていうのは正直あります。その一つ一つ丁寧に、改善できることっていうのは、僕もそれは課題というより伸びしろっていうふうに捉えていきたいと思うし、あと1週間全力で取り組んで絶対1位取りたいです。ありがとうございます。楽しみにしてます。ありがとうございます。8位、シュント。両機にもムーブオンと非常に合っていてという話をしたけれど、相性という意味ではひょっとしたらシュントはさらに上だったかもしれません。もともと持っていた声質の怪しさみたいなものがフレーズを歌うたびにものすごい色気、怖さ、余裕、強さ、いろんな感情を分かってくれました。もともと持っている才能と楽曲の相性が良くなった時にシュントはここまで輝くんだなと思って、順位は落ちていますけどむしろ評価は上がっているっていうのを忘れないでください。マジで話羨ましいですね。あの声、本当に僕が一番欲しかった声です。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございます。ありがとうございました。そうですね、りょうきくんも言ってたんですけど、やっぱグループで勝てなかったっていうのはすごい悔しいですし、やっぱ自分の順位も落ちてしまったのも本当に悔しいですし、やっぱ本番が終わった後すごい自分の中でも反省点がいろいろ出てきたりして、やっぱり、ダンスに少し気を取られすぎていたところも自分ではあるかなと思っていて、もっともっと割合をうまく成長していけたらなと思います。本当にありがとうございました。ありがとうございます。そして9位、翔太。もともと知っていた技術量、クオリティの高さからいくともっと上に行くんじゃないかなと思っていたところは正直あります。実際にレコーディングをやってみても、やっぱりクリエイティビティが高いなというのはすごく思っていたんだけれど、もともとの能力が高いだけに昨日少し、例えば位置のズレ、振りにニュアンスが出た時の周りとのちょっとしたズレ、そういったものが少し目立つようになってしまったかもしれません。これは全体のクオリティが上がって揃っているシーンが多いからこそ、少し浮いたなという瞬間が2、3あったのは事実です。ソロアーティストとしてやってきた経験値が今のあなたのアーティシズムやクリエイティビティを支えているとも思うんだけれど、グループとしてのクオリティを見たときにひょっとしたらネックになってくることかもしれないです。あなたはそれこそ人柄も含めて、やはり一緒にやっているメンバーやスタッフすら引きつけてしまう人間としての器の大きさや力、人間力がすごく強くあるので、もう1週間フラットに考えて頑張ってみてほしいです、あなたの才能を心から尊敬するし尊重します。悔しいっていう気持ちしかないですね、正直、グループとしてのやりづらさっていうのを正直感じて、ソロのが向いてるんじゃないかなとか
正直めちゃくちゃ感じた1週間ではあったんですけど、それがちょっと露呈したというか、本番で若干それが出たのかなって、もうちょっと自分研究して見つめ直したいなっていうふうに思います。ありがとうございました。そして10位、ラン。はい。ムーブオンと相性は決して悪くなかったと思います。非常にレベルの高いパフォーマンスだったことはまず前提として言っておきます。ただやはりそこまで歌える才能を持っているのだから、パフォーマンスで踊りながら歌うときにコントロールしてほしい。これは高いハードルでもあるし、同時に最低限の課題でもあります。すごく大きな課題に見えてくるかもしれないですけど、本当にある日急にできるようになったりすることだから、筋トレだと思って、地道にやってほしいし、やりすぎて、喉だったり体だったりを壊さないようにしてほしいです。強く自信を持ってください。その上で地道に少しずつ改善していきましょう。本当に歌って踊るっていうことがどれだけハードルの高いものかっていう、実際にこのムーブオンはダンスがすごいレベルの高いもので、ダンスは踊れたものの、それに歌を交えると本当にどっちかのレベルが下がっていったりとか、それをコントロールするっていうのがどれだけ難しいかっていうことを本当に身をもって体感して、その最大限を引き出すことができなかったっていう部分では本当に悔しい気持ちでいっぱいです。もうこれからはグループとしての自覚をしっかりと持って、そこのコントロールできるっていう課題をしっかり持って頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。今回脱落するのは手になってしまうんだけれど、純粋に現状のクオリティをコンテストとして見たときに劣っているという認識はないです。ただこの1週間でクオリティが伸びなかった、それには明確な原因があります。実際に君に言える、提示できる明確なことがあったので、少しだけその2人で話してもいいですか。11人のみんなはさまざまな気持ちあると思うんですけど、何はともあれ本当に改めて、素晴らしいパフォーマンスだったことは間違いないです。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。まだ実感があまりないんですけど、その彼になんて言葉をかけようかっていうのも全然思
つかなくて、ちょっと本当に悔しいですね。天のことは小学生か中学生かななんてくらいから知ってて、すごく努力家というか、その普段から努力家で合宿に来ても努力家っていう、それを俺はなんかあいつみたいに努力してればうまくできんのかなとか思って、正直頑張ってるところも昔はあって、だから正直なんで天なんだろうなっていう。本当にお疲れ様です。ありがとうございます。普通に考えたら少なくとも合宿が終了する最後の10人に残っていることが普通である根本のクオリティの担保っていうのはできてると思います。ただ少しアーティストというよりはアスリートのようなストイックさに走っている印象を受けました。目的地が決まっていないままたくさん走っているというような印象を受けました。たまに話すアーティシズムみたいなのって自分がどういうアーティストであるかを自分で認識する、自覚する能力とどういうアーティストになっていこうかという、そのビジョンを具体的にする力だと思うんだね。でアーティストやるととにかく迷うことが本当に多いんだよね。その時に、自分がどういう道を進んでいくかっていうコンパスみたいなものになってくれるのがそのアーティシズムっていう力で、アーティストの個性っていうのは何にも影響されないもののようにも見えるけど、同時にいろんなものに影響されてきた結果生まれるものであると思います。一度自分を追い込む環境から自分を逃がしてあげて、少し自分を甘やかしてあげてほしいし、願わくばその時に何かアートを、心の栄養をちょっと携えてみてほしいなと思ってます。自分でも正しい判断かどうかっていうのに最終的に決断するのに本当に朝までかかってしまって、それをどういう伝え方しようかっていうのを悩みながら考えながら話しているところもあるから、ちゃんと伝わっているか本当に不安なんだけれどという次第です。ごめんなさい、一人で喋り続けて。ちょっと力入れていいですか。リラックスしてください。今日高さんが伝えてくれたことが自分でも思ってて、昨日の本番前までにいろいろ悩んだって言ってたんですけど、ごめんなさい。正直この結果になるだろうなっていうのは正直予想はついてました。確かに今回の課題はめちゃめちゃ難しかったし、自分は何回も言って申し訳ないんですけど、日高さんのことはスキル芸能界入ったので、やっぱ日高さんのようになりたいっていうのはすごいずっとやっぱ抜けなくて、で今回ちょっとラップの仕方とか教えてもらって抜けれたのかなって思ったところはあったんですけど、やっぱり他の子を見てるとアーティシズムっていうものがみんなちゃんとあるんですけど、自分はこういうアーティストになりたいとか、やっぱ自分にそれを当てはめてみるとまだないのかもしれないなって思うところがあって、追い込みすぎて
正直自分を嫌いになってました。おつありがとう。この後ね。構えるな、お前ら。はい、いらっしゃい。見て。もうマジでおいしい。ほんと3時からありがとう。ちょっとまだ音楽続けるかわかんないけど、ちょっと今回の場所で追い込みすぎちゃって自分のこと嫌いになっちゃって、もし俺が音楽やってたら歌おう。ありがとう。夢がなくても思わなかった。本当に申し訳ないです。何がいや、自分だけ毎回チームの中で美味しい地味だけもらって結局チームを勝ちに導くことができないのが本当に申し訳なくて、人を変える影響力っていうのは本当に天下あるものだから、そういう才能を絶対に無駄にせずに音楽を続けて愛してほしいって思ってますし、お疲れ様。お疲れ。お前の努力はみんなが分かってるから、お前が一番頑張ってたよ。みんな分かってる。絶対音楽やめないで。この合宿が始まる前も、ずっと、てんて言えると思って、もっとレベルアップしてるところ見に来てるから、だから絶対に音楽やめないで。1週間頑張ってね。まだあるだろうから。絶対受かるから。ありがとう。こんなことないぜ。嬉しいな。愛されてるんだよ、テオが。本当頑張ってください。ありがとう。ありがとう。写真撮った。撮ってね。撮ろうよ。撮ろう。違いね。撮ろう。じゃあ天真ん中でさ。ザ・ファースト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 。本当やかましいお前ら。出ました。ありがとう。頑張ってください。頑張ろう。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に出会えて、日高さんのこと見れてよかったです。ありがとう。
りがとうございました。ありがとうありがとうありがとうございました。ありがとう。日高さんのオーディションを見つけ、こんな僕にぴったりなオーディションはないと思って応募させていただきました。僕のことを応援してくれてる人たちが僕のことを見てもう一回頑張ってほしいって思ってもらえるように頑張りますのでよろしくお願いします。クオリティファーストだよねまさにそれを表してくれて嬉しい限りです。ありがとうございます。こんな褒められたらどうしちゃうのって言って僕っていう感じなんですけど、僕たちがこの10日間頑張ってきたものを見て感動してくれたらなと思っています。ありがとうございました。終わりです。やる気あるのいいな。ぼーっと待ってたってどうなる。ぼーっと待ってたってどうなる。多分悔しいって思う気持ちはあるんだろうけど、今すごい嬉しいです。日高さんが自分のことを気遣って落としてくれたのもすごい自分では分かるし、俺一人のためだけにみんな集まってみんな泣いてくれて頑張ってよかったなってすごい今思ってます。なんかこの合宿ですごい一番得たものって、正直に言うと仲間かなって思います。合宿二次審査お疲れ様でした。ありがとうございました。いろんなこと話し出すと、長くなると思うし、いろんな感情があると思うんだけれど、もう一個確かな事実として、残り1週間になりました。立ち止まっている余裕は俺にも君たちにもないはずなので、13時から集まっていただいて、大事な次の話をします。はいはい、それまで気持ちを切り替えてください。はい、お願いします。次の審査の、内容の発表をします。誰かのたった一言になりたいなと思って、その